皆さんこんにちは。 AI 活用伝道師です。今日はソネット4.8の開発リーク、 GPT5.5 がクロードのサイバーセキュリティ能力に肉薄、謎の新モデル登場、そしてコーデックスがスーパーアプリへ変貌した激動の1週間を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。 AI の世界で今週だけで4つの大きなニュースが動きました。アンソロピックの次世代モデルソネット4.8の開発を示す痕跡が見つかり、オープン AI の GPT5.5 がアンソロピックの最強サイバーセキュリティ AI クロードミソスと肩を並べるテスト結果を出しました。さらにオープンルーターに正体不明の謎モデルが登場し、コーデックスがついにエンジニアだけのツールを卒業しました。どれも見逃せない話ばかりです。まずこれらの AI 企業って何をしているのという方のために簡単に説明します。オープン AI とアンソロピックはどちらもチャット GPT やクロードといった会話型 AI を作っている企業です。両社は今特にサイバーセキュリティ、つまりコンピューターへの不正アクセスを防いだり逆に発見したりする分野で激しく競い合っています。今回のニュースはその競争の最前線をまとめたものです。アンソロピックが次世代モデルソネット4.8を開発中である可能性を示す情報が浮上しました。きっかけは先月起きた出来事です。アンソロピックが提供する開発ツールクロードコードのソースコードが誤って公開状態になるという事故がありました。ソースコードとはアプリやサービスの設計図のようなものです。その流出した設計図の中にソネット4.8という文字列が含まれていることが確認されました。さらに今週プライベートなオンラインコミュニティで Jupyter というコードネームが話題になり、新モデルのテストが進んでいる可能性が高まっています。アンソロピックは毎回モデルをリリース前にレッドチームと呼ぶ専門家集団に試させます。レッドチームとは悪意あるハッカーの視点で AI を攻撃し、危険な動作がないか事前に確認するチームのことです。現在この検証フェーズが進行中とも報告されており、2026年5月中のリリースが期待されています。オープン AI が2026年4月23日に発表した GPT5.5 がアンソロピックのサイバーセキュリティ特化 AI クロードミソス互角以上の結果を出しました。評価を行ったのは英国の独立機関 AISI、 つまり AI 安全研究所です。テストの内容は多段階サイバー攻撃シミュレーション、つまり本物のハッカーが行うような複雑な手順を踏む攻撃を AI が再現できるかを測るものです。結果は GPT5.5 が 71.4%、クロードミソスが 68.6% のパス率でした。ただし両者は同じ日に同じ条件でテストされたわけではないため、単純な優劣の比較には注意が必要です。ここで重要なのはクロードミソスはなぜ一般公開されていないのという点です。アンソロピックはこのモデルがあまりにもハッキングに優れているため、一般に公開することでインターネット全体のセキュリティに悪影響が出ると判断しています。Amazon、シスコ、マイクロソフトなどが参加するプロジェクトグラスウィングという枠組みを通じ、信頼できる政府機関や企業に限定して提供されています。それに対して GPT5.5 は誰でも使える状態で同等の能力を発揮したというのが今回のニュースのポイントです。さらにオープン AI は4月30日、重要インフラ防衛者向けの専用モデル GPT5.5 サイバールの提供も発表しました。これはクロードが独占していたサイバーセキュリティ AI の市場にオープン AI が正面から参入することを意味しています。オープンルーターというサービスをご存知でしょうか。これは様々な AI モデルを1箇所から使えるプラットフォームで、新しい AI が匿名でテストされることがあります。今週オーロラアルファという正体不明のモデルが現れ、AI 研究者の間で話題になっています。このモデルはエージェント型タスク、つまり AI が自律的に複数の作業をこなす処理に最適化された高性能モデルと説明されており、コーディングや長文処理、ツール操作が得意とされています。一部の AI 研究者はミニマックスというモデルとの比較ページがオープンルーターに存在することから、中国の AI 企業であるミニマックスの新作ではないかと推測しています。正式な情報はまだありませんが、数日以内に開発元が明かされる可能性があります。最後はオープン AI の開発ツールコーデックスの大型アップデートです。コーデックスはもともとプログラマー向けの AI コーディングツールでした。しかし2026年4月16日のアップデートで全く異なる姿に生まれ変わりました。今や財務担当者、営業担当者、人事担当者などプログラミングとは無縁のあらゆる職種の人が使えるスーパーアプリ、つまり何でもできる万能 AI アシスタントになっています。具体的には Slack や Gmail、Google スプレッドシート、Microsoft Word、PowerPoint といった日常業務ツールと連携し、先週の会議メモと売上データを合わせて築地レポートにまとめていった作業を AI が自律的にこなします。
オープン AI によると、すでにコーデックス利用の 50% が非コーディング用途に変わっているとのことです。これはアンソロピックのクロードコワークが先行していた非エンジニア向け AI アシスタントの領域に、オープン AI が本格的に踏み込んできたことを意味します。AI ツールはもはやエンジニアだけのものではなく、あらゆる職場に普及しようとしています。今週の AI 業界は4つの大きな動きがありました。アンソロピックはソネット 4.8 の開発を着々と進め、オープン AI は GPT5.5 でアンソロピックのサイバーセキュリティ独占に挑みました。オープンルーターには謎の新モデルが登場し、コーデックスはついにエンジニアだけのツールを卒業してスーパーアプリへと進化しました。 AI の競争は今後ますます激しくなりそうです。引き続き最新情報をお届けしていきます。今日の動画の内容はどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。 AI の有用な情報を発信していきますので、チャンネル登録と通知ベルをオンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。